寝台バスオンラインで買ってたんですけど、ここのオフィスでした。おおおお。今予約しているバスのチケットを出そうとしてます。さあ、果たしてうまくいくのでしょうか。ただどういうバスなのかが気になるね。Follow me. We go to bus station. OK。Okay, go this one. ちなみに、ハノイからダナンまで寝台バスが2人で11,306円でした。クルックで予約しました。こちらです。この HK ビジネスリムジンVIP。なんか私たちは今ちっちゃいバンに乗って特等席ですね。運転手の隣に2人並んで今からなんかバス停に行くらしいです。なるほど、シュールだね。涼しいよ今。今なんかバンで送り届けられた先がこのオフィスで、この会社結構大きいよね。このオフィスでチェックインしろって言われたんですけど、前のオフィスでもらったなんか紙を見せたら、特に手続きとかするわけでもなく OK 待っとけって言われました。だからここで待つことにします。私たちが乗るバスはこれじゃないんですけど、多分これと同じ形だと思います。いい感じ。めっちゃ外から見るには綺麗な感じがする。バスどこだ？ 22 の A と21、22と、あ、ここか。あ、それにここかな。どうしよう。多分ここですね。ここと私のシート、こんな感じで、こんな感じです。おお、快適快適。涼しいね。しかも中めっちゃ綺麗よ。シートはこんな感じで、これ私が持ってた水なんですけど、水となんかおしぼりがついてます。あと今メガネ入れたんですけど、メガネ入れみたいな。で、ここは靴を脱いで上がるので、この靴をビニールに入れて、持ってきた S 字フックでかけてます。枕もあるし、毛布もあります。完璧。で、窓はこうやって閉めたり開けたりできます。ギュッて上に押し込んだらまあちょっと開いたね。まあ、ちょっと引っかかるかな。そうね。マック何センチっけ身長？181。181男性でちょっとキビーがなっていう。で、バスの車内はこんな感じで、通路の脇に上の段とこの下の段がある感じになります。私はなんかこの枕とかがちょっとそのまま触れるのが嫌なので、持ってきた布を巻きました。布ってこういう時に便利なんですよね。で、ここにバッグをかけてます。寝てみました。私は身長が168センチあるんですけど、まあ足がちょっと当たるぐらい。でもかかとは当たってないです。つま先ちょっと伸ばせないなぐらいです。もう一個面白い機能があって、ここマッサージって書いてあって、今これ押したんですけど、これ押したらどうなるかっていうと、
今、シートが震えてます。今、シート震えてます。なんか、この背中のあたりが、なんか、ブル、ブル、ブルブルなってる。これいる？この機能。ブルブルなるよ。なりよる。でも、地面のボコボコに当たってるのがマッサージ機能なのか、ちょっとわかりにくい感じの、なんかブルブル、ブルブル。消そう。いらん。いや、快適ですね、すごく。とてもいいよ。こんな感じですね。寝れそう。マジ思ったより寝れそう。ちなみにこのバスは、充電もできるので、この USA ケーブルで充電します。テレビじゃね？あ、モニターつくけどね。ついてるだけで意味がない。ん？つかんくない？え？音楽とか聴けると？あ、タッチは無理か、さすがに。ヘッドホンがついてるので、これをちょっと使ってみましょう。ちなみになんか電気もいろいろあるんですよ。これなんかつけたら足元が足元と頭上がちょっとおしゃれに輝くっていう仕様になってます。これ押すとさりげない輝きがなんかありますね、うっすらと。でこれ押すと、あ、ガチで寝る時のやつだ。なんかこのなんかロゴマークみたいななんか光りましたね、この枠が。これかな？やっぱおしゃれバージョンでいきたいですよね。今ヘッドホンつけてみたんですけど、別にテレビなんもならないです。そりゃそうだよね。まあそりゃそうだよなーって感じです。でも何のためにじゃあるんだろう。リモコンがない。今ここにレバーがあって使ったらベッドフラットにできました。だから起き上がることもできるし、フラットにもできるみたいな感じになってますね。とても良いです。なんか夜行バスって結構なんか揺れて寝れないって聞いてたんですよ。で、確かに揺れるけど寝れないほどまでないかなと思います。何よりカーテンがちゃんとあるんですね。こんな感じで。で、個室空間になるから、こう女性でも結構安心できるかなって思います。なんかダナンまで14時間かなぐらいかかるっぽいんですけど、多分長距離バスだから何回かトイレ休憩とかで一回止まると思うんですよ。で、止まった時に歯ブラシ、歯磨いて、でも完全に寝る準備をしようと思います。あと、このバスに持ってきたのは体拭きのシート。ギャツビーのやつなんですけど、できました。シャワー浴びれないので、体拭いて、ちょっとスッキリ、綺麗にして寝ようと思ってます。今、休憩所に泊まりました。で、休憩所の時はこんな風に、サンダルが出されるので、靴は持って歩く必要はないです。ただ、なんか他のお客さんが乗り込んでくるバス停とかに泊まるときは靴は用意されないので、サンダルを持って出る必要があります。朝8時半、ダナンに着きました。乗り心地どうだった？まあ快適にね、快適っていうか寝れたら寝れる。普通に寝れるから。揺れは？揺れは感じるよ。あ、そうだよね。結構揺れたよね。でも全然寝れた？私も。寒くなかった？寒かった。寒かったよね。エアコンの吹き出し口は閉じた方がいいかな。そうよね。私も速攻閉じた。あと5センチ流してあげたから。木はね、これぐらい詰まるんよ。指先こう曲がる。そうね。でもそれはさ、でかいうちらが悪い。ちょっとやめていきなり。寝台バスはハノイからダナンまで予定通りできっちり14時間半で到着しました。で、ここからホテルに送ってもらえるのかなとか思ったんですけど、特にそういうのはなさそうで、私たちは今からタクシーに乗って
ホテルに行こうと思います。最後に今回のバスの詳細と注意事項です。左の画像は私たちがクルックで予約した寝台バスのページとなります。真ん中の画像は WhatsApp にて事前に届いたメッセージなんですが、ここには乗客の名前を教えてほしいとか、時間通りに来てねなど書いてあります。今回の反省点としては、このメッセージでダナンのホテルの住所を提示して送ってもらえるかどうかっていうのを確認すればよかったなと思っています。おそらくですがホテルまでの送迎も値段内に入っていると思います。そして一番右の画像が予約後に届いたバウチャー予約表になりまして、こちらはバスに乗る前に必要となりますのでスクショして保存しておきましょう。ということで今回の夜行バス編は以上となります。少しでもお役に立てますと嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。